ザブングル加藤の貯蓄術。ありがとうございます。前回は節約術を聞きました、で今回は貯蓄しようと、お金をこう貯めて、何をすればこうまく貯まるかっていう話です。私と同じようなお金初心者みたいな人がまずこれをやっとけばいいんじゃないかっていうのを教えてほしい。貯蓄してるんでしょ。僕はしてます。してるわけだから、全部貯蓄に回してるってことでしょ。そうです。贅沢しないってことは、ご飯も食べにあんまり行かないし、ね、コンビニも行かないんだもんね。コンビニに行かない日はほとんどないよ私は。アイスを買うから。そのアイスを買うのもなぜスーパーで買わないんですか。コンビニって定価じゃないですか。スーパーで買いだめしとけば毎回コンビニ行かなくてもある程度安い値段でアイスは確保できるじゃないですか。それを毎回なんでコンビニ行くんですか。毎回ウーバーイーツ頼むのと一緒なんですよ。それ僕ウーバーイーツとか頼んだことないですから。アイス食べるのはいいんですよ。アイス大好きで。急にアイスが食べたいんだよ。急に。だから家で確保しとけばスーパーで安く買って確保しとけば急に食べたくなったら冷凍庫開けて食べりゃいいじゃないですか。なんで毎回コンビニ行くんですか。まあね、確かにそうだな。そもそも50万もらって50万の生活すんなよ。老後何歳まで生きるか分かんないから。じゃあいきますか。貯蓄術。まずね、私が聞きたいのは、私たちみたいなのは収入が定まらないけれど、じゃあ収入が50万だとするじゃない。月50万ってことですよね。月50万の収入があった。結構稼いでる方ですよね。平均で言うと、結構稼いでるからこうやってキラキラしたのつけるわ。で大体給料の 2,30% 貯金できたら理想的とは言われてるんですよ。 2,30% 貯金、で 20% だったら10万じゃないですか。で 30% だったら15万。じゃあ10万から15万、貯蓄に回す。あとは生活費とかで使うってことね。この中で家賃払うなり、その光熱費払うなり、携帯代払うなりとかはもちろんするんですけれど、ってことは家のローンとか遊んだりカバンとか買ってもとか服とか買ってもいいお金は35万だってことね。15万貯金してる人ならそうですね。35万までに抑えるってことね。そういう生活がもう当然の生活にするべきですよね。50稼いで50使う人は僕はもうあんまり賢くないなと思うんで。私はね、これで言うと50稼いで60万使ってた。じゃあ毎月10万借金ってことですか。だから貯金からこうで、それで税理士さんにもう青木さん本当になんででもそんななんか算数とか苦手なんですか。いやいや、サラリーマンだったらこのずっと50万50万50万だから考えてたかもしれないけど、50万50万100万って時もあるじゃん。だからその100万を狙ってくっていうか待つっていうか、そういうことですね。そんな感じ。でこれをじゃあどうやって貯蓄するのかっていうことだね。一応なんか理想的と言われているのは、現金 40%、株 30%、不動産 30%、こういうなんか分散させるのをポートフォリオって言うんですけれど、分けてやれば何かあった時でもここでカバーできる。円の価値が下がっても株が上がれば大丈夫やとか。じゃあ加藤君はこんな感じでやってるの？僕はちょっと偏っちゃいまして、世田谷区で家を買っちゃったんで、もう不動産がとんでもない占めることにはなってるんですけれど、不動産除いたら現金と株は同じぐらい持ってます。株っていうのは僕で言うとイデコなんですけれど、イデコって株かあれは。そうです、投資信託ですから、オールカントリーとか SP500 とかいろいろありますけれど、積立 NISA でもいいんですけれど、それ半分現金半分って感じですね僕は。だからこの毎月この10万15万、この人ならなんですけどをこう現金株にこう僕は分けてやってます。なんでイデコとニーサだとイデコを先にやってるの？これはちょっと価値観にもよるんですけれど、イデコは納めた額が全部所得控除になるんですよ。翌年の税金が安くなるって意味ね。そうです。それに魅力を感じて僕はイデコにしたんですよ。ただ NISA はそうならないんだけど。ならないです。NISA の良さは何でしたっけ？NISA本来株ってのは利益が出ると 20% ぐらい税金で取られるんですよ。
でも NISA は取られないんですよ。でイデコも取られないです。じゃあイデコの方がええやんってなるんですけど、イデコは老後のためのあれなんで60歳まで下ろせないんですよ。そうだった。そうなんですよ。なので老後を安心して生きていきたいんで僕はイデコにしたんですよ。でじゃあ60までに死んじゃったらどうなるの？もしくは60までに病気になったりして、ちょっと旅行に行きたいんですみたいな。基本解約はできないんですよ。でも亡くなったりしたら家族の元に行きます。そうか。老後のことを考えて、で家族にもいるからイデコにしたってことね。これが独り身だったら兄さんにしてたかもしれない。難しいですけど、僕が青木さんなら多分 NISA って途中で現金に変えたりできるんですよ。いつでも。なので青木さんとかはすぐそれやっちゃうと思うんですよ。そうね。だからもう絶対60までできないっていうイデコをお勧めしますね、青木さんには。性格によるっていうことだ。で僕はもう絶対下ろさないって自信があるんで、別に NISA でもよかったんですけれど、所得控除になるってのに魅力を感じてイデコにしましたけど。私たちは個人事業主なので、イデコのマックスって6万とか7万6万8000です。6万8000、そこまでやってるってことですか？6万7000までやってます。それは国民年金の付加保険っていうのもやってるんで、それとちょっと足してのあれになるんで、6万7000なんですけど、ほぼマックスですね。なるほど。なので年間でいうと80万はイデコにぶち込んでます。で貯金もしてる。貯金も月によって給料が変わるんで何とも言えないですけど、同額ぐらいのお金は貯金してるかなって感じです。1個の銀行に入れてる？住宅ローン返済の銀行と普段のもう1個にまとめてるんで2個持ってますけど、貯蓄用の方に入れてるってことか。基本1個ですね。そういえば思い出したんですけど、一回加藤くんと一緒に私の先輩に1万円ずつもらったことがあった。仕事に行った時に、なんかお年玉みたいな感じで1万円もらったことがあって、2年ぐらい前に。それで私はそこがうなぎ屋さんだったからうなぎを買って帰ったの。で加藤くんはそのままパスモに入れたの。チャージしたってことですね。そう。じゃあ 20% か 30% を捻出するにはどうするか。でこれを辛いと思ってやると多分人生ボロボロになると思うんですよ。なのでこれをもうそういうもんやっていう楽しく生きるようにしてやれば僕も自然とこれが溜まってなんで、例えば青木さんすぐコンビニ行くじゃないですか。そんなに使わないよ。1000円も使わないよ。でも毎日コンビニ行って例えばペットボトルのドリンクを買うとするじゃないですか。150円の150円ですよね。とりあえず150円としましょう。で30日行くとかける30は4500円。こういうあれになるじゃないですか、毎日。これを水筒にするとするじゃないですか。私の人生はもうコンビニじゃなく水筒なんだと。皆さんすいません、ちょっと別日になって同じ日が来たんですけれども、ちょっと違ってた、ペンの様子が違うけどよろしくお願いします。コンビニをやめたら4500円月に行きますよって話でしたね。このコンビニで毎日ペットボトルのドリンクを買うんだったら水筒にすれば4500円とまではいかないにしても1000円以下にはなると思うんですよ。なので3000円以上の節約にはなるじゃないですか。なのでいつも水筒持ってる？僕水筒持ってます。ステンレスのやつ持ってますね。でも重たいよね、正直。リュックを買ってリュック代を青木さん無理ですね、水筒。もう無理なら無理でいいんですよ。であくまでも僕が言いたいのは50万もらってて 30% 貯金しようと思うなら15万の貯金じゃないですか。で35万で生活ができるならそれで収まるなら別にペットボトル毎日買い倒せばいいんですよ。それでも生活ができるなら。できないならこういうとこでいろいろ節約してってこの15万を貯金しましょうっていう話なんですよ。そもそも50万もらって50万の生活すんなよってことなんですよ。
50万もらったら私は35万の生活やなって思わんとダメなんですよ。はい、青木さんは50万もらったら私は50万の女やって思うじゃないですか。それはやっぱ違うんですよ。僕はもう50万もらった時点で俺は35万の人物なんやと思いますから。ちなみに青木さんは何にお金使っちゃいます？食事、外食、それからお洋服とかですね。そこ前回ので言うとお洋服で言うと3番ですね。賢く生きろ、はい、安い服でもこうなんかおしゃれな感じでいけるはずなんですよ。別にハイブランドじゃなくても。加藤君はあんまり服買わないですか？半年に1回ぐらいですね。おお。このユニクロの T シャツなんですけど、これを10枚ぐらい買います。じゃあ毎日それ？毎日それです。へー。もうファッションは捨てました。世間の人は僕にファッション性は求めてないなって気づいたんですよ。10年ぐらい前に。いやそうかもしれないけど、でもうわザブングル買っておしゃれやなとかそんな声聞いたことないんで、プライベートもこれです。本当はこれが買いたいっていうのはない？本当はないです。欲しいものが、この服欲しいなってもう思ったことがないですね。青木さん言ってもお笑い芸人じゃないですか。ちょっとなんか安くおしゃれに着てる方が好感度ありません？でも好感度を気にしてほら私服を選ぶっていうのもわけわかんないから。ね、でも世間の目を気にしておしゃれはするわけですよね。世間っていうか誰に向けておしゃれにしてるんですか？再婚相手ってことですか？いやじゃあ前回で言うと、2番ですかね。見栄を張るみたいな、私をよく見せるっていうのも入ってるとは思うんですけど。でもちょっと貯蓄から離れるかもしれないけど、お金があればもっと美容もやってみたい。いいんじゃないですか。別にこの35万以内に抑えれるならお好きにどうぞです。ただ35万を超えての美容は僕はどうかなとは思いますけれど、抑えれるならもう何してもいいんですよ、人生なんて。じゃあ加藤君ちょっとお聞きしますけれども、じゃあ50万あるとするじゃないですか。35万使える。それよりも超えたことはないんですか、今まで？もうここ10年ぐらいは超えたことないですね。じゃあお給料もらえますよね。それをもうそもそも分けるわけですか？現金と株と不動産に。ここまで細かくじゃないですけど、最初はそうしました。でももう自然とできます。っていうか青木さんの場合、例えば50万円としたら15万はもうなんかとりあえず違う銀行に強制貯金でもいいと思います。で残った35万でいかにこう人生を生きていくかっていうマインドにするべきやと僕は思います。なるほどね。老後どうでもいいやと思うなら50に使ってください。老後何歳まで生きるか分かんないから。おそらく長生きしますよ。この世代は90歳ぐらいまで生きるって言われてるんですよ、平均寿命は。そうなの？はい。そうなるとお金ある程度貯めとかないと大変だね。はい。だから言ってるんですよ。そんな中ハイブランド着て毎日コンビニ行ってるやつは僕はちょっと心配になります。ありがとね。はい。いえ別に。はい。基本60から定年じゃん。私たちの仕事もその定年はないけれど、すごいどんどん仕事が増えていくっていうようなことはないよね、誰も。難しいですよね。難しいですよね。でそうなると60までにいくら貯めておくといいと思いますか？いえ、それはもうその人の生活水準によります。一概には言えないですね。それはマンションっていくらなのって聞いてるのと一緒ですね。いや、その場所にもよるしすいません、広さにもよるしっていうことなんですよ。なるほど。じゃあ基本これだね。このこの考えです。この考えで 20% から 30% 貯蓄できる体質にしましょうってことです。そうかにしないと浪費してたらこうはならないから、溜まっていかないからね。私一つすごいいいことに気がついた。日経ウーマンさんの連載で今度本になるやつですけれども、それでコツコツ貯め始めたんですよ。NISA ちょっと、iDeCo、小規模共済、ね。でちょっとのお金をこうタンス貯金みたいな、銀行に入れとくっていう、それをやり始めた。で昔すごいお金を急にもらったことがあって、とんでもない忙しかった時に急に入ってきたものは結構あっという間に使えるんだけど、コツコツ貯めたものは使うのに躊躇するの。すごい発見じゃない？まあいいですよね。だってこんなにコツコツ貯めたんだから、
はい、ちょっと立ち止まるわけ、はいはいはい、デパートに行ったら何か買わなきゃいけないってやっぱり思うじゃん、はい、でも思わなくなった。あすごくない？いやいや、すごいですすごいです。青木さんにしては成長しますよね、はい、そうね。僕は急にでかいカニ入っても一切使わないですけど、今まで通りと同じ生活をします、はい、ボーナスっていう考え方はないの？基本ないですね。例えば1000万ガッとなんかで入ってきたらそのままもう貯金というか、じゃあ1000万の中のじゃあ20万、いやもういやそういうお金はこれには当てはめてないです。 100% 貯金です。はあ、そこの違いだね。そういうお金 100% やっぱり使うもん。これはあくまでも月々のお金ですよ。例えば僕らの仕事でいうと、例えばでっかい CM が決まったりしたら結構入ってきたりするじゃないですか。はい。もうそのまま銀行の口座に行ってあたかも入ってないかのように僕は生きます。すごい、なので死ぬ時僕がちょっと後悔すると思います。人生ちょっとなんかあんま楽しくなかったかなとかいう可能性はあります。遊ばなかったなっていう、ただ僕は人様に迷惑をかけたくないっていうのがもう第一目的ではあるんで、子供にも迷惑をかけたくないっていうのがあるんで、僕はこういう生き方をしちゃってます。青木さん、いまだになんかそんな買いたいもの、食べたいもの、欲しいものあるんですか？すごくある。すごくあるよ。何が食べたいんですか、まず。なんか全国の美味しいものが食べてみたい。しかもそこまでも行きたいから、全国行ってみたいから。それでも仕事で行く時あるじゃないですか。例えば講演会なりロケだったりで、その前後を泊まってきゃいいじゃないですか。そしたら交通費浮くじゃないですか。ね、そういう感じで全国を旅行するでいいんじゃないですか。そっちに切り替えるってことね。ホテル代とか飲食代はかかりますけど、交通費がまず0円じゃないですか、基本、切り替えるね。切り替えればこういうのが達成できるんじゃないですか。加藤君は本当にないの？私は欲しいものいっぱいあるよ。欲しいものしか探してない。欲しいものを毎日見てる。インスタとかピンタレストとか。何が欲しいんですか？僕欲しいもの本当ないんですけど。家も欲しいね。今マンション持ってるじゃないですか。もっと大きいところってことですか？いや、なんかどういうの？山が見えるところとか。別荘的なことですか？別荘なのかな。今の家を例えば貸して自分が住むってことかな。山に住むんですか？山が見えるとこ。じゃあ例えば富士山が見えるところ。そういうこと。そういうことは山梨とか静岡に住むってことですよね。そうね。じゃあお子さんはどうするんですか？別々に生活するんですか？ギリギリ娘が大学卒業するまではギリギリその山っぽいような、山が見えるような感じで都内に来れるような場所。でもそういうとこだともう必ず車がまず必要になるじゃないですか。そうなの。何かとお金かかると思いますよ。でスーパー遠かったり病院も遠い、全てが遠いじゃないですか。そうね。散々東京に住んでた人がいきなりそれやるとあれってちょっとなんか思うかな。でもほら物価が安かったりさ、自然があって。スーパーの値段意外に変わらないですよ。東京は東京でいっぱいスーパーがあるんで競合するんで値引きセールとかありますけど、田舎は1個しかないんでもう独占状態ですから、地方ロケとか行ってスーパーとか行ったりするんですよ。あれ東京の方が安いなっていうこと結構ありますよ。そう。いや欲しいもので言うとすごいあるね。洋服、できたら宝石みたいな化粧品とかも欲しいし、カバンとかね欲しい。カバンめっちゃ持ってますよね。やっぱ増えちゃった。確かにね、カバン多いけど、でもカバン何個ぐらいあるんですか？30個ぐらいですか？もっとあります？トートバッグとか入れたらそうね、30いかないぐらいありますね。信じられないですね、そのカバンが30個もあるってのが。いくつあるのかとくん。いや僕1個ですよ。1個ですよ。そうだね、ファッションが変わらないからカバンは1つでいいのか。私はなんか今日はこういう格好だからと、今日はなんかちょっとちゃんとしたところだからちゃんとしたバッグ持とう、ちゃんとっていうかとか。やっぱ見え張りたいですよね。そうかもしれないね。いやでも加藤君、これはちょっと頭に入れようと思います。
それがもしできる体質になれば、はい、本当老後は安心して生きていけます。今からでもですか？今52です。人生100年時代ですから、あと50年あると思えば、あと50年は安泰の道が待ってると思いますよ。やってみましょう。はい。ごめん、もう一個。今ゼロでさ死ぬっていう。Die with Zero ですね。Die with Zero っていう本が結構読まれてて、自分が死んだ時にはもう全くお金を残さないで使い切ろうっていう意味なんだけれども、それに対してはどういうふうに思う？そういう。いやそれもそういうべきだと思いますよ。だから僕はちょっとこっちに今偏りすぎちゃってるんで、僕は家族いるんでゼロってわけにはいかないなと思うんですけれど、その通りだ。Die with 3000万ぐらいは残してあげたいなっていうのもあります。お子さんが2人いるから1500万ずつぐらいは少なくとも。でも今ちょっとこっちに偏りすぎてるんで、年取るごとにDie with Zeroに向けて生きていこうかなとは思ってます。わかりました。はい。ありがとうございました。ザブングで加藤くんでした。ありがとうございました。スーツケースはこれでいきます。ここに入ってるのは猫です。猫がまた入りました。